絶対にイエスと言わせたい提案や交渉でプロのコンサルもやる超王道の手法があります。で、その手法が AI でとても簡単になっているんですが、どんな AI でどんな手法なんでしょうか。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。相手に絶対にイエスと言ってもらいたいとき、あなたはどうしていますか？例えば価格交渉、新規取引、クライアントに企画を通したいとき、とりあえず勢いで言ってみて、あとは流れに身を任せるみたいなことをやっていると高確率で失敗します。今回は提案や交渉を通しやすくするための秘訣についてお話ししていきます。で、さっさと結論から言うと、成功の秘訣は地道なリサーチです。リサーチとお辞儀の角度は深いほどいい。深いほど相手にイエスと言ってもらいやすくなります。例えばこんな場面を想像してみてください。友達との旅行で、このホテルなんで決めたのって聞いた時に、なんとなくって返ってきたら、すごく不安になりますよね。本当に大丈夫なんかと。でも駅から近いとか、口コミがいい、他のホテルと比べてコスパがいい、観光地への移動もしやすい、こういった情報が揃っていると安心して任せたくなりますよね。提案や交渉を通す時の秘訣もこれと同じで、裏付けとなる情報が調べてあるとイエスと言ってもらいやすくなります。つまりは地道なリサーチが成功の秘訣なんですね。ただここで一つ問題があります。そのリサーチがめちゃくちゃめんどくさい。たくさんの情報を検索して比較して整理して根拠をまとめる、それができたら苦労しないんですよ。それができたら苦労しないんですが、なんと今は AI でそれができるようになってしまっているんです。それは一体どんな AI なのか、この後実際に使いながら見ていきます。つまりこの動画を見るメリットとしては、価格交渉や新規提案を通しやすくなる、プロとしての信頼度が上がる、自分がやりたい政策に集中できるなどとなります。きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。と、ここで本編の動画に入る前に、いつもこの動画を見てくださっている皆さんにお願いがあります。このチャンネルは YouTube 登録者数10万人を目指しています。最近は未登録の方も多いようです。できれば私も銀の盾が欲しいので、チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。それでは本編です。使う AI はで、今回リサーチや資料作成に使うのがジェンスパークです。このジェンスパークの AI を簡単に説明していきたいと思うんですが、ジェンスパークは固有の看板モデルに相談するというよりかは、皆さんがいつも使っている AI を組み合わせて使っていくのが特徴です。例えば AI のチャットでも GPT5.5 が使えたり、 GPT5.5 Pro が使えたり、クロードオーパス 4.8、 ジェミニ 3.1 プロプレビューといった有料プランのモデルや、それと同等のモデルがこのジェンスパーク内でまとめて使えるんですね。ここ一つで全部に相談できるので、それぞれ個別にサブスクを契約するよりも圧倒的にお得に使えるというのも特徴の一つです。いろんなモデルを使うことができるので、文章作成はあっちの AI、 検索はこっちの AI、 画像生成は別の AI みたいな行ったり来たりをしなくていいっていうのも便利ですよね。だからオールインワン AI ワークスペースと呼ばれています。で、いろいろできるんですけれども、とりあえずここの入力欄に相談してもらえれば OK です。そうするとジェンスパークの AI スーパーエージェントがいろいろやってくれます。リサーチをした後はスライド資料を作成しましょうかとか、画像作成いたしますかとか、そういった形でいろいろ提案してくれます。なので、ただ検索として使うよりも、誰に向けて作成するのか、どんな内容にしたいのかなど、より具体的な内容を質問に入れていくのがうまい使い方です。では実際に使ってみたいと思います。ジェンスパークの使い方では、まずリサーチを試していきましょう。ここでいきなり業界の専門用語とか値段や相場感についてリサーチをすると、分かる人にしか分からないものになってしまうので、
今回調べるテーマなんですが、お弁当の値上げについてでいきたいと思います。昨今の物価高でいろいろ値上がりしていますが、ただ値上げしますとだけお知らせするんではなくて、しっかりリサーチをして根拠を提示できれば説得力が変わってくるのがわかるかと思います。ということで今回はジェーンスパークにお弁当が値上げされている理由とその根拠となるリサーチをやってもらいたいと思います。ではここの AI スーパーエージェントにお弁当を500円から600円に値上げすることについて、一般の人でもそれなら仕方ないと感じやすい説明資料を集めてきてください。専門的すぎる分析ではなく、まずは直感的に分かりやすい根拠を整理したいです。お弁当の平均的な価格感、ここ数年の原料や関連コストの上昇、そして値上げを納得しやすくする背景要因をまとめてください。最後は誰に見せても伝わる優しい言葉で要約してください。こちらでいきたいと思います。生成ということで、自分の要望をここに入力してみました。ジェーンスパークとても優秀なので、すごく専門的な分析結果を持ってきたりするんですよね。ただそれはちょっと私のやりたいことと意図が違ってしまうので、今回はできる限り優しい言葉でというような形でプロンプトをまとめています。はい、それではリサーチが終わったようです。で、結論から言うと500円から600円の値上げは今の相場やコスト上昇を考えるとかなり自然な範囲です。500円で続けてきたこと自体が相当な企業努力だったと伝えた方が一般の人には納得されやすいです。600円は今の感覚では高すぎる価格ではありません。で、お弁当の平均価格まで調べてくれました。お弁当の全国平均価格は678円まで上がっています。ということで、5年で113円上がっています。という裏付けとなる根拠を調べてきてくれました。この調べた結果をクリックするとですね、その根拠となるサイトですね。平均価格、どうしてそういうことを言っているのかということがここに表示されます。で、原材料の値上げがどのようになっているのかもまとめてきてくれました。総務省のデータとか三菱総合研究所の研究データとか、そういったところを調べてきてくれるんですね。素晴らしいですね。で、人件費も上昇しているという背景データも調べてきてくれました。なのでこれは値上げは利益の上に乗せるためというよりも続けるための調整という根拠として提案するとどうでしょうかということが書かれています。なるほど、確かに説得力ありますよね。ということで、すごく説得力があったと思うんですけれども、5% 上昇、48% 上昇、12.9% 上昇とか数字が分かりにくい部分があるので、もう少し分かりやすい内容にまとめてみてもらいたいと思います。で、そんな時に何か自分で入力する必要すらありません。直感的に分かる比較表を作ってくださいというような形で、次のアクションをクリックで選ぶことができます。こうすると比較表としてまとめてくれるはずなんですが、どうなるでしょうか。で、表としてまとめてくれたのがこちらです。すごく比較しやすいように表にまとまっていますよね。では内容も確認できたことなので、一気にスライドにまとめてみてもらいたいと思います。ユーザーのリクエストを整理し、8から10枚の日本語スライドを作成しますということで、スライドの生成が始まりました。いいですね。お弁当の価格を見直させてくださいっていうすごい力強いメッセージ一発目できました。すごいいいですね。大きな明朝体が切実な感じと真摯さを表現できていて、グッとくるものがありますね。いいですね。いきなりちょっと力強いメッセージから入るの説得力ある感じがします。で、完成したようです。品質を落とさずこれからも続けていくためのコストの価格と正直なお話ということで、600円は今の相場やコスト上昇を踏まえると不自然な値段ではありません。お弁当の値段は5年でざっくりプラス100円。すごい分かりやすい言葉ですね。これ値上がっているのは食材だけではありません。一目でわかるコスト上昇。500円のままだと続けられなくなります。値上げは品質を守るためです。利益を乗せるためではありませんという真摯なスライドになっています。
量も質もそのままこれからもよろしくお願いいたしますということで、グッとくる内容になってますね。さらにこのまま読み上げるでもいいんですけれども、こんな風な使い方も非常に便利でした。このスライドそれぞれに発表でそのまま読める話し方の原稿をつけてくださいということで、スライドを見ながら読み上げるとかアドリブで話すとかでも全然いいんですけれども、不安な人はもうここの時点で原稿をつけてくださいということで指示を出すと、そのまま読めるスピーカーノート発表原稿が出来上がってきます。はい、そのまま読める原稿が出来上がりました。スライドを開くということで開いてみますと、スライドの編集 AI のところに移動してきたようです。で、そのコードの中身を確認すると、本日はお時間をいただきありがとうございます。今日はいつもご利用いただいているお弁当の価格についてという形でですね、原稿が用意されています。で、この原稿が PowerPoint のスピーカーノート欄にそのまま入る形になりますということで、いいですね。これすごく便利だと思います。で、詳細編集などにすると、この画面からテキストの修正だったりレイアウトの変更だったりができるようになっています。どうせなので鶏の唐揚げのお弁当の画像も生成してみてもらいたいと思います。ナノバナナ2、GPT イメージ2とか、いろんな画像生成もここでできるということで、はい、ということでこんな感じでお弁当のイメージ画像出来上がりました。こういった画像も全部出来上がるんですね。すごいですよね。で、これをスライドに持っていくことが可能ということですね。この画像をスライドの一部に入れてください。はい、ということでこのような形で完成しました。いいですね。具体性が増した感じがあります。で、無理やり全部のスライドに入れるんじゃなくて、ポイントポイントで入れてくれているようですね。全てが台無しになる感じじゃなくて良いと思います。ちょっと職業柄この丸がずれてるの気になるんで、ちょっと直したいと思います。こんなところかな、こんな感じかな。こんな感じで直りました。すごく便利ですね。というように難しい言葉を使わなくても誰でもリサーチやスライド資料まで作成できてしまうというのがジェンスパークです。このスライドを見たら仕方ないなぁと感じられましたよね。で、このパートではテーマをお弁当にしましたが、これと同じことをフリーランスの賃金などでリサーチを進めるとどうなるでしょう。交渉しやすくなるようなスライドが出来上がるんじゃないでしょうか。次のパートでやってみたいと思います。より専門的な調査では、前のパートでお弁当についてのスライドを作ったわけなんですが、このテーマをフリーランスの価格交渉に置き換えて作り直してみたいと思います。こうすると一気に専門的な内容になっていきますね。ジェンスパークは表示とエクスポートのところにスキルとして保存というものがあります。こちらを使うとお弁当の時にやり取りしたプロンプトの内容を別のテーマに置き換えることができます。テンプレートみたいに使えるっていうことですね。簡単な質問に答えてスキルとして保存することで、先ほどのテーマはお弁当でしたけれども、今度は別のテーマの価格上昇の原因として同じ論法、同じ内容を作成していくことができます。はい、それではスキルとして保存されたようです。スキルは保存までに10分近くかかりましたけれども、よくやる操作、よくやるプロンプトって決まってたりしますんで、こうやって登録できるのってすごく便利ですよね。次のような文言で呼び出すことができますということで、ここをお弁当ではなく別のテーマに置き換えればいいということですね。ではやってみたいと思います。はい、ということでフリーランスの賃金の値上げというふわっとした内容では少しエビデンスが弱かったので、 YouTube の動画編集料金の見直しということで15,000円を2万円に見直していただきたいという資料に変更させていただきました。で、これでどんな資料になったのか見ていきたいと思います。まずはかなりプロフェッショナルなビジネス的な内容になっているのが確認できるかと思います。1本2万円は相場のど真ん中ということで、動画編集の価格の相場を調べてきてくれました。で、その根拠となる資料も事実確認コンテンツということで、
こちらから確認することができます。ファクトチェックを行いますということで、本当にこれが正しい調査結果なのか、もう一度再チェックしてくださいということを今やっています。こういうリサーチで一番怖いのが AI のハルシネーション、本当にそれは正しいリサーチ結果なのかどうなのかっていうところなんですけれども、その再チェックも AI にワンクリックで依頼できるっていうことなんですね。改めての再調査もすごく簡単ですよね。で、ファクトチェックの結果、全ての調査は事実に基づいて正しく記載されていますということで、こちらのサイトを調べてそれを根拠としているというのが確認できます。実際にクリックするとそのサイトが表示されるんですけれども、権利の都合上表示することができませんが、こちらのページでは確かにそのように書かれているのが確認できました。本当にプロのコンサルが調べたようなリサーチと論理的なアプローチで資料が作成されていきます。これがいくつかの質問に答えるだけでロジカルに情報が整理されていくんです。しかも従来より5倍も早くなり、質も格段に向上しています。物価、最低賃金、賃金水準3つとも上昇していますと。総務省の統計局だったり、厚生労働省のデータだったり、経団連の調査だったり、こういったことって自分で調査するのなかなか大変なんですけれども、 AI で自動で調査することができました。説得力の高いスライドが出来上がっているんではないでしょうか。で、少しこういう乱れてしまっている部分についてもですね、そのままここで編集することができるので修正も簡単です。こんな風に自分一人で調べるのが難しい適正な相場や単価交渉、ビジネス的なエビデンスなんかもジェンスパークが代わりに集めてコンサルのように綺麗な資料としてまとめてくれます。ということでまとめです。これまでご覧いただいた通り、提案や交渉を通しやすくするための秘訣はやはり地道なリサーチでした。根拠や裏付けがあるほど説得しやすくなるのが分かってもらえたんではないでしょうか。ただ地道なリサーチは今までとても時間がかかってしまうのがデメリットだったんですが、簡単な言葉で調査を依頼して比較して表にしてスライドにしてでファクトチェックまで AI が簡単にやってくれるようになっています。全部丸投げで OK とまでは言いませんが、自分でやるより圧倒的に楽になるはずです。価格交渉や新規取引など絶対にイエスと言わせたい提案がある場合は一度試してみる価値はあると思います。ジェンスパークは複数の有料級 AI がこれ一つで使えるオールインワンの AI ワークスペースです。 GPT5.5 やクロードオーパス 4.8、 ジェミニ 3.1 プロプレビューといった有料モデルやそれと同等のモデルがこのジェンスパークの中でまとめて使えます。それぞれの AI を使った場合は約 1.2 万円ほどかかりますが、ジェンスパークのプラスプランなら約3800円と圧倒的なコスパになります。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんもご自身のことに置き換えて試してみてください。リサーチ、画像生成、スライド作成など効率化していくはずです。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。